これは、幻想郷を騒がせたカレー戦争の、水面下で起きていた知られざる物語である。ミョンカレー？なんだいそれは。白玉楼が財政難なのです。このままでは施設を売却しなければなりません。売却って。ここをかい？そうです。全部？全部です。全部ってむちゃくちゃ広いよここ。簡単に売り買いできるような物件じゃないだろ。おまけに幽霊がうじゃうじゃいるし。こんなところ売りに出したって誰も買わないさ。ところがそうでもないようなのです。チラシを見た人から問い合わせが入っています。冗談だろ。その水上な御人は一体何者なんだい？高魔館の昨夜さんから、細かな条件の紹介がありました。レミリア城か。ですが、場所だけとはいえ、ここがレミリアさんの管理下に置かれることについては、英樹さんがいい顔していません。そうだろうね。何しろ悪魔だからね。だったらぜひ局長を頼ればいいんじゃないか？こことはつながりが深いんだし、財政が厳しいことを相談してみたのかい？相談はしたのですが、ぜひ局長の財政も火の車のようで、むしろ白玉楼の出費を抑えるように諭されました。出費？ゆゆこ様の食費です。やっぱり。つまり、足りないお金は自分で稼がなければならないのです。薄い本でも作って売り出してみるかい？作るなら手伝うよ。業務の本ならいい稼ぎに生きる。冗談だよ冗談。切らないで。そこで思いついたのが、ミョンカレーなのです。業務さんのレシピで作ったカレーを、レトルト商品にして売り出すのです。なるほど。量産する設備が欲しいんだね。できるでしょうか？お安いご用さ。いや、安くはないけど、お金さえ払ってもらえるならね。お金を借りる当てはあるのかい？あの方が出資を申し出ています。なるほど。なかなか商売上手じゃないか。こうして、白玉楼で、ミョンカレーの生産がスタートした。ミョンカレーはテレビ CM の効果も手伝って、瞬く間に大ヒット商品になったのだ。一方、聞いたよ。白玉楼を買い取ろうとしたんだって？いけないかしら？そりゃ勝手だけれど。でも断られたんだろ？何の気まぐれだったんだい？あら。人助けよ。お金の工面に困ってるようだから、買ってあげようと思っただけよ。悪魔が人助けねえ。まあ、いいけどね。それで？何か売りたいものがあるんでしょ？さすがはレミリア城。話が早いね。今人里で売れまくってる、ミョンカレーは知ってるね。何よそれ。知らないのかい？相変わらず世辞に疎いようだね。業務がプロデュースしたレトルトカレーだよ。白玉楼の副収入源になってる。それがどうしたのかしら？高魔館でもどうかと思ってさ。カレーを買えって話じゃなさそうね。悪い話じゃない。投資を惜しまなければ、結構いい儲けになるよ。つまり、あんたから設備を買えってことかしら？いやまあ、そうだけどさ。おあいにくさま。うちは小銭を稼がなくちゃならないような、貧乏館とは違うもの。興味ないわ。やはりこの線では無理か。それならば。まあ、レミリアにとっては、ビジネスとしての魅力はないかもしれないけどさ。今カレーを売り出せば注目されること間違いなしだよ。人里で大ブームだからね。よし。幕張だ。カレーもさることながら、業務の人気もうなぎ登りさ。テレビ CM はまだ見てないのかい？テレビ CM？ そうさ。業務はすっかり、お茶の間のアイドルだね。アイドル？ CM、見てみるかい？メイドの土産にこの一皿。思わず昇天する美味しさです。食えぬものなど、あんまりない。ミョンカレーゴールド。ミョン。人気が出る上、儲けまで出る。白玉楼を売らずに済んだのは、ミョンカレーが大ヒットしたからさ。おっと。そのせいでレミリアは、白玉楼を手に入れ損なったんだっけ。まさか高魔館が白玉楼に敗れるだなんて。敗れる。別に敗れてな
カリスマとして、このままにはできないよね。当たり前よ。どうするレミリア。カレー市場に参入するんだったら、最新の設備を揃えさせてもらうよ。そうね。考えとくわ。もう一押し必要かな。いるかーい。ニトリさん。やどうしたのですか？やっぱりここで仕事をしてたのか。ネタがなくてもがき苦しむことを仕事というのなら、私は四六時中働いていることになります。なんだい、ネタ切れかい？だったらちょっといい話があるんだけど。聞くかい？聞きます。聞かせてくださいニトリさん。政治経済文化社会、エログロエンタメスキャンダル、甘いメルヘンから都市伝説まで、どんな話でも大歓迎ですよ。まあ、少し落ち着こう。あやの発案で始めたミョンカレー、大ヒットしてるね。そうですね。出資した飯綱丸様もホクホクですよ。今度また生産設備を増備するのだとか？生産能力が足りなくて、品切れが続いてるからね。設備の組み立てにメンテナンス、おまけに CM 撮影。私も大忙しさ。それがどうしたのですか？コウマ缶をつついてみないかい？コウマ缶？さっきレミリア城に会ってきたんだ。カレー市場への参入を迷ってるらしい。迷ってる、らしい？なるほど。ニトリさんは証拠たくましいですね。私をけしかけてレミリアさんをその気にさせて、コウマ缶にも設備を売り込もうというのですね。そもそもレミリアさんに参入を進めたのは、ニトリさんご自身でしょう。こういうのはね、鮮度が大事なんだ。ブームなんていつまでも続きやしないさ。売れるものは売れるうちに売っておかなくちゃね。鮮度が大事なのは新聞も同じです。気を見る二便。見習いたいですね。コウマ缶が参入すれば、おそらくカレーブームは加熱するだろう。そうなれば、取材できるネタも増えるんじゃないかい？いいお話です、ニトリさん。仲良くやろうじゃないか、あや。その足でコウマ缶を訪ねたあやは、レミリアを焚きつけた。そしてその後間もなくして、コウマ缶は昨夜のレシピによるウータイプのカレー、ウーモントカレーを発売した。コウマウーモントカレーだよー。リンゴと、蜂蜜、とろーり溶けちゃう。やだ、お願い、見ないで。美味しさの決め手は、昨夜、さすがー。カリスマの味。コウマ、ウーモントカレー。ニトリが目論んだ通り、ミョンカレーが火をつけたカレーブームは、コウマ缶の参入により、一気に加熱。幻想郷に、第一次カレー戦争が勃発することになったのだ。迫力ローとコウマ缶。いずれも高い知名度を誇る一方で、食品業界をイメージする者はいなかった。新たなイメージ定着のため、両陣営はメディアを大いに活用した。はい、カメラ回ったー。さて、今日は、ミョンカレーを使ったアレンジ料理を、コンパクヨームさんに教えていただきます。先生、お願いします。まず、うどんを用意します。いきなりですか？うどんは作らないのですか？うどんはその辺にあるもので大丈夫です。このうどんに、温めたミョンカレーをかけると、カレーウミョンの完成です。カレー、うどミョン、ウミョンです。お好みで紅生姜をトッピングしても美味しいですよ。今日はコンパクヨームさんにカレーウミョンの作り方を教えていただきました。皆さんぜひ試してみてくださいね。はい、カット。オッケーかな？よし、撮影は終了だ。お疲れ様でした。ありがとうございました。編集が終わったら連絡するよ。なんだい。撮影中は勝手に立ち入らないでほしいんだけどね。やーニトリ。ここにいるって聞いたから入っちまった。鍵をかけといたはずなんだけど。入れたってことは、入ってもいいってことだろ？まあ細かいことはどうでもいいさ。それで、何の用だい？頼みがあるんだ。断るよ。なんだよ、まだ話してないだろ？見ての通り忙しくてね。また今度にしてくれるかい？まあ聞いてくれ。なあニトリ、私もカレーを売り出そうと思うんだ。
マリサが、カレーを買い？そうさ。私だって業務や昨夜に負けやしないぜ。もうレシピは完成してる。あと必要なのは量産設備だけだ。手伝ってくれないか。ダメだね。おいおい、随分冷たいじゃないか。私とお前の仲だろ？どんな仲だよ。盟友じゃないか。そうだっけ？今人里はカレーブームだ。テレビも新聞もカレーだらけだ。団子屋までカレー味の新商品を出してる。一攫千金を狙うなら今しかないんだぜ。あいにくこっちはヨウムとレミリアからの注文を抱えていてね。当面手が空くことはないね。忙しいのはわかるけどさ。ニトリにとっても稼ぎ時だろ。そうなんだけどマリサ。お前さん。お金、持ってるのかい？いや。それは。お金がないのにどうするつもりなんだい？ふぅ。ようやく帰ったか。おやおや、ニトリさんらしくないですね。あや。せっかくの正気だというのに、断ってしまったのですか？聞いてたのかい。山氏に付き合ってる暇はないよ。マリサには資産もなければ後ろ盾もいない。こういう取引が一番危ないんだ。手付金も満足に払えないばかりか。代金は出世払いと言われちゃね。マリサさんらしいですね。まあ、今カレーを売り出せば成功するとは思うけどさ。マリサはその辺そつなくやるからね。でも万一の時、保証人がいないんじゃ焦げついてしまうよ。ただでさえ忙しいのに、わざわざリスクの高い仕事なんてする必要ないさ。商売に情けは禁物だよ。なるほど。ところでそっちはどうなんだい？おかげさまでネタに困ることはないですね。そればかりか購読部数も伸びていますよ。カレーネタは読者の受けもいいようです。そういえばこの前レミリアと、生産設備の増設について打ち合わせたんだけど、あやの新聞は変更報道だと言って切れてたよ。むきー。あやややや。ミョンカレーのことばかり記事にして、ウーモントカレーのことを書こうとしないってさ。今撮影したアレンジメニューを紹介する番組も、あやの入れ知恵なんだろ？レミリア上じゃないけど、やけに業務に肩入れするじゃないか。もともとミョンカレーは、私が業務さんに商品化を進めたという経緯もありますし、出資者として、飯綱丸様を引き合わせたのも私ですからね。それだけじゃなさそうだね。さすがはニトリさん、鋭いですね。実は、普段食べているカレーについて人里で取材したところ、ウーモントカレーが優勢だったのです。ほう。ブームは長続きしないものだ、とニトリさんは言いましたが、早く終わってしまうとネタがなくなってしまいます。少しでも長続きさせるには、勝負をつけさせないことです。なるほど。生かさず殺さず。両者が競り合って向きになってくれると、こっちとしても商売がしやすくてありがたいねコウマ館がリードすれば白翼楼を助け、白翼楼がリードすればコウマ館を後押しする。ニトリさんはその度に設備が売れ、テレビ番組料だって手に入ります。あやはその様子を記事にして、購読部数を伸ばす。今撮影した番組が放送されれば、きっとレミリアさんも番組を作れと言ってきますよ。まあ、来るだろうね。それに、記事が少ないとお嘆きのレミリアさんには、新聞広告の掲載をご契約いただきました。上から下まで、全面広告でバーンと言っちゃいましょう。目立ちますよ。いいわね、あやもなかなかやるじゃないか。ぐふ。ぐふ。ぐふふ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 。すべてが筋書き通りに進んでいた。二人に演出されたカレー戦争は、白翼楼とコウマ館の一騎打ちの構図を崩さぬまま、静かに加熱を続けた。しかしすでにこの時、シナリオは二人の思惑をよそに、次の舞台を目指して動き始めていたのだ。ニトリー。よう、ニトリ。なんだいマリサ。この前話した件なんだけどさ。またその話かい？それならダメだって言ったじゃないか。考え直してくれよ。ダメダメ。今忙しいからね。これ以上仕事は受けられないよ。コウマ館に続き白翼楼からの設備の追加注文が入ったんだ。組み立て工場じゃうちの連中がピーピー言ってるよ。そんなこと言わずにさ。なあ頼むよー。悪いけど諦めてくれ。だいたい、支払いは出世払いって何なんだい？儲かったら少しずつ払うってことさ。まったく悪びれてないとこがマリサのすごいとこだね。そんな話には乗れないよ。信頼のおける保証人でも探してくるんだね。あら、呼んだかしら？レイム？私もマリサと一緒にカレーを売ることにしたの。それなら安心でしょ？不安が2倍になっただけだよ。レイム、お金持ってるのかい？
設備を作るにはかなりの元手が必要なんだよ。何言ってんの？ないからこれから稼ぐんじゃないのよ。この二人を相手にしてると、なんだかこっちが間違ってるんじゃないかって気がしてくるよ。話にならないね。それじゃこれで失礼するよ。キュイ？やあ、カッカ。キュイ？キュイ？霊夢がカレーを作りたいんだとさ。キュイ？たくさん作って人里で売り出したいんだそうな。キュイ？でも、手作りなんて無理。キュイ？たくさん作るには機械が必要なの。お前さん。手伝ってやってくれるかい？はい、喜んでー。なんだよ。さっきまでと随分態度が違うな。キュイ？そんなことないよ。お前、忙しいからダメだ。キュイ？なあ、あんて言ってなかったか？キュイ？キュイ？やだなマリサ。私たちは盟友じゃないか。こうして、マリサはニトリの協力を取り付け、間もなく、カレーマリサが誕生した。白玉楼とコーマ館の2強が独占してきたカレー市場に、一攫千金を目論むマリサ陣営が参入。幻想郷は、第二次カレー戦争へと突入していったのだ。カレー、マーリサー。ふんふふん。ボンジュール。ボナペティ。メルシーボークー。セボン。トレビアン。ビーフとマッシュルーム。美味しい幻想郷を召し上がれ。本格欧風カレー、カレーマリサ。高級感で他の商品との差別化を打ち出したカレーマリサは、カレーを食べ飽きてきた消費者の購買意欲を再び活性化させた。さらに、霧雨マリサの詳細によりカレーマリサは一気に販売を拡大。瞬く間に、第二次カレー戦争の主役に躍り出たのだった。大儲けだぜ。いい調子じゃない。7個入りパックは大成功なんだぜ。でも、7個入りって随分半端ね。大家族向けってことなの？いや、むしろ3人家族や4人家族がターゲットだ。余るじゃない。3でも4でも割り切れないから、2回目以降に食べるとき、いずれ必ず足りなくなる。すると、1人だけ違うものを食べたくないから、同じものを買い足すことになるのさ。あんたと組んでよかったわ。作れば作っただけ売れるんだぜ。なあニトリ。まだ設備は増やせないのか？明日試運転して問題なければ納品できるよ。よっしゃ。だけど、設備ばかり増やしたって、材料の調達はできるのかい？生産能力が倍になるってことは、材料だって2倍必要になるんだよ。まあ、そこはなんとか頑張るさ。なあレイム。そうね。ここで手を抜けば奴らにやられる。一気に行くしかないんだぜ。危なっかしいな。生産量が2倍になるっていうのに、分け前が減ることを嫌がって、新たに人を雇おうとしない。大概トラブルはこういう時に起きるんだ。早くも潮時かもしれない。儲けも出てるようだし、設備の代金は早めに回収した方が良さそうだ。しかし、ニトリの予想よりも早く、事件は起きた。儲かるのはいいんだけど、もう少し楽にならないのかしら。マリサも人使いが荒いわよ。儲けの3割しかお金くれないくせに、材料のキノコは今までの2倍集めてこいなんて。あのキノコ、生えてる場所につけるのが結構大変なんだから。あ、いっぱいあるじゃない。このキノコ、見た目はちょっとあれだけど美味しいのよね。いつものやつと少し違うけど、カレーに入れるんだったらこれでもいいんじゃないの？同じキノコばっかり2倍も集めるなんて無理よ。キノコが足りないとカレーが作れないし、違うの混ぜたって、どうせわかりゃしないわよ。その結果、原因はキノコね。キノコ。毒キノコよ。見た目からして普通は絶対に食べないキノコなんだけど。ではまたどうしてこんなにも大量に食中毒が発生しているのですか？
ここへ来た全員が前の日に同じカレーを食べてるわ。キノコ入りのカレーと言ったら、すぐ人里に伝えて。カレーマリサは絶対食べないように。毒キノコの混入で消費者からの信用を失ったマリサ陣営は、営業再開後に安売り攻勢を仕掛けるも、カレーマリサは全く売れず、そのまま市場からの撤退を余儀なくされた。おーい、マリサー。ここを開けてくれよー。中にいるんだろ？設備の代金を払ってくれよ。まずいな。払いたくても払えないんだぜ。大丈夫よ、マリサー。困った時の鬼頼みよ。マリサー。盟友じゃないかー。それはいくらなんでもニトリがかわいそうだろ。もともと無理言って引き受けてもらったんだし。じゃあどうするのよ。お金、ないじゃない。お前、鬼だな。マリサー。巫女よ、鬼だ。設備の代金を払ってくれよ。いいや、鬼だよお前は。食中毒事件の波紋は、さらに広がる。あーやー。ニトリさん。血相変えてどうしたのですか？上がっていいかい？もちろんです。あや。やばいことになりそうだ。どうしたのですか？昨日私が出かけてる間に、うちの作業場に小町が来たそうなんだ。小町さん。珍しいですね。茶菓子を持って世間話をしに来た体だったらしいが、おそらく、いや間違いなく。これは内偵捜査だ。内偵捜査。業務やレミリアやマリサから、どうやって設備を受注したかを、うちの若い連中にあれこれ聞いて帰ったらしい。CM や特番の撮影についてもね。まさかと思ってコウマ館と迫力楼にも訪ねてみたら、やっぱり小町が来たというんだ。裏を取ってたのさ。ひょっとしたらここへも来るかもしれない。ですが、我々の行いがどんな罪に問われるというのでしょう。ああ。別に法的な問題はないはずだ。とはいうものの、我々がブームを煽って利益を上げていたとわかれば、堅物の絶局局長は黙ってないだろう。あるいは八雲ゆかりさんが動いているのかもしれませんね。今回の食中毒事件は痛恨でした。その原因がカレー商戦の過熱にあるのは誰の目にも明らかです。いずれにしても、我々が市場を操作して、不当に利益を独占したのではないかと疑うだろうね。ましてや公平であるべきマスコミが主導して、それを煽っていたとなると。ブームは長続きしないものだ、とニトリさんは言いましたが、早く終わってしまうとネタがなくなってしまいます。少しでも長続きさせるには、勝負をつけさせないことです。なるほど。生かさず殺さず。両者が競り合って向きになってくれると、こっちとしても商売がしやすくてありがたいね。とにかく、しばらくは派手な動きをしない方がいい。わかりました。間もなくして、カレーマリサが起こした食中毒事件に危機感を募らせた八雲ゆかりは、色液ヤマザナブを通して西洋寺ゆゆことレミリア・スカーレットの養子を招集した。色液は食の安全確保の見地から、過熱するカレー商戦に一定の歯止めをかけるための調停案、いわゆる、ウーミョンの誓いを提示。迫力楼陣営とコウマ館陣営は共にこれを受諾した。そこには、小野塚小町が集めた情報をもとに、みだりにブームを演出する行為を禁じる条項が盛り込まれていた。